牧草の刈り取りを行っていきます。これは失敗バージョンです。餌の出来上がりです。なんと忙しい収穫でしょう。皆さんこんにちは、さおりです。はい、今回は牧草の刈り取りを行っていきます。この私の後ろに見えるのが牧草です。なんかただのちょっと伸びすぎた雑草畑にも見えるんですけど、農作物になります。牛とか馬が食べる餌ですね。はい、今日はそんな牧草を刈り取っていきます。牧草の収穫は1年に2回行います。じゃがいもや大豆などと違って、一度植えれば毎年自然に生えてくる多年生の作物です。今回はヤンマーの EF895 とディスクモアを使います。ディスクっていうのがこの円盤のことを指しています。丸いやつで、モアは草刈り機とか刈り取り機っていう意味だそうです。はい。で PTO を回すとこの円盤がぐるぐる回ってこの牧草をね刈っていきます。機械の高さ、角度を調整してできる限り地面すれすれを刈っていきます。できるだけロスが出ないように刈りたいんですが、結構地面がデコボコしていて難しいです。このディスクモアは40年くらい前からあるそうです。もうサビサビですが頑張ってくれています。牧草は年に2回収穫を行います。今回は1回目の収穫で一番草と呼ばれ、6月中旬から下旬頃です。一番草は二番草よりも収量が多く、1ロール約8000円から1万円ほどです。はい、順調に刈っております。作業幅は 1.5 メートルくらいでかなりちっちゃいんですけども、すごいね、7キロくらいでね走ってるのであっという間に終わりそうです。あ、また堆肥が臭い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 。もふもふ。全然関係ないけど何履いてるんですかっていう質問があった気がするんで、私が気に入ってる靴です。なんか結構長靴とかスニーカーだとここの部分隙間がね開いて土とか入ってきて足がすごい汚れるんですけど、これはキュッてなってるし紐もないからなんかほどけたりする心配もなくてめちゃくちゃ気に入ってます。2年くらい前に買ったのかな。なかなかこういうの売ってなくって、そうこういうのいっぱい売ってほしい。なのでお気に入りです。もうめっちゃ汚いけどずっと履いてる。履き心地もいい。デメリットとしては脱ぎづらい。はい、全部刈り終わったので次は攪拌機というものでね牧草を混ぜて乾燥させています。この攪拌機はテッターと言います。刈り取った牧草の上を何度か走り、牧草をほぐして広げて裏返す役割があります。そうすることで牧草がしっかりと乾き、品質の良い飼料作りにつながります。刈り終わって数日経って攪拌機でも何往復しか混ぜてるのでかなり乾燥してます。ほらサラサラ。
いい感じです。で、牧草が乾いたら、この機械で牧草を寄せていきます。今やっている途中なんですけど、さっきの機械とちょっと似てるけど、さっきの機械1個と壁がついてますね。混ぜて、ここに集めるって感じなのか。テッターで広げて乾かした牧草をロータリーレーキで今度はまとめていきます。一往復ごとに1本のまとまりを作っていきます。牧草は途中で雨に当たると品質が一気に落ちてしまいます。なので刈り取り後は急いで作業を進めます。牧草を集めました。こんな感じでもりもりになっています。これからね、これをね、ロールしていきますよ。次はロールベーラーでいよいよ牧草ロールを作ります。集めた牧草の上を走り、機械の中でぎゅっと圧縮して丸いロール状に成形していきます。一定の大きさまで牧草が巻かれると、次にベーラーの中でネットを巻きつけます。そうすることでロールの形がしっかり固定され、崩れにくくなります。牧草ロールの出来上がりです。これ一つでだいたい600キロあります。これは失敗バージョンです。いびつな形になってしまいました。ベーラーは素直に走ったそのままの軌跡で、前にある牧草を集めていきます。そのため進むラインが斜めだったり、牧草の量が偏っていると、ロールの形もいびつになってしまいます。綺麗なロールを作るには、牧草の量をバランスよく拾えるように、後ろをこまめに確認しながら丁寧に走ることが大切です。私はどこに隠れているでしょうか。3、2、1。正解は、ここでした。最後にラップマシーンで牧草ロールを包みます。うちは数年前まで酪農をしていましたが、やめてしまったので、残っている牧草畑はこの1枚だけになりました。この工程をすることで空気を遮断して発酵させます。そうするとサイレージという発酵飼料になり、腐らず長持ちする餌の出来上がりです。無事にラップし終わりました。はい、こんな感じ。ぐる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 。めっちゃ天気いいけど、今日の夜は雨なんですよ。そう。雨降っちゃうと牧草そのままだと濡れちゃってね、腐ったりとか
こう悪くなる原因になってしまうので、ラップまでなんとか終わらせたかったので終わってよかったです。で、悪くなっちゃうと値段も落ちちゃうし、なんでこのね、乾燥させたロールそのまま綺麗な状態の方がやっぱね、牛さんとかも美味しいと喜びます。はい、喜んでくれていたはずです。うちの牛たちも。もうね、今はいないので、この牧草ロールたちは売りに出すんですが、あとはその買ってくれる業者さんが拾いに来てトラックに積んで持ってってくれます。はい。なので私がやるのはここまでです。うちトラクター7台あるんですけど、そのうちの5台がね、出動したという、なんと忙しい収穫でしょう。ということで、今回は牧草の刈り取り作業からラップにするところまで動画にしてみました。とりあえず1回目の刈り取りおしまいということで、お疲れ様でした。はい。面白かったなって思ったら、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。